こんばんは。はるけです。今回は個人的おすすめ数百万 SBC 選手たちを紹介していきたいなと思います。ウィンターワールド期間が始まりですね、今作れる数百万、100万を超える SBC 選手は、このリーグワンポトムのエンバペ、そしてウィンターワールドカードのフリット、そしてサンダーストラックのダルグリッシュ、ダイナスティーズのジダン、そしてセンチュリオンズのエウゼビオと、この5名がですね、今100万を超える SBC 選手になってます。今回はこの5名の中からですね、1人作るんだとしたら誰がおすすめかっていうのを話していければなというふうには思います。もちろんですね、全スルーでも自分はいいと思います。素材をね、貯めるっていう風な意味でもいいと思うんですけど、こういう5人強い SBC 選手が来てるんだけど、誰をその中でも作った方がいいのっていう、おすすめ、迷っている方にとってですね、少しでも参考になれば嬉しいなという風には思います。まずはですね、期間が一番短いこのサンダーストラックアイコンのダルグリッシュから紹介をしていきたいなと思います。スキルが4で逆足が5、そしてサンダーストラックという風なイベントからですね、91まで能力が高くなってます。で、ST の選手としてやはりスピードだったりとかシュート、ドリブルっていうのはかなり高いものを持ってますね。SBC の価格としてはこの人180万で作ることができるんですけれども、その価値っていうのは十分にある選手になってますね。プレイスタイルのプラスに関しては高精度のプラスをついてますし、テクニカルとか、クイックステップ、トリベーラーだったりとかがついているという、そういう選手になりますね。多くの方が使っても満足感が得られる、そういう風な選手にはなりますし、スキル5いらなければですね、この人で十分今の現環境でも渡り合えるという力っていうのを持ってます。個人的には、全然作っても、今のこの現時点ではありかという風には思いますね。で、そして続いて紹介するのはジダンですね。ダイナスティーズアイコンの選手で92のジダンになります。スキル逆足55というところは非常に素晴らしくですね、中盤の選手として守備もちょっとできながら攻撃でもですね、少し違いが作れる、そんな選手になります。ベースのジダンよりは少し能力は低いもののめちゃくちゃ強いです。レースも高いし、パスもめっちゃうまい、シュートもね、決めきる力っていうのをかなりね、持っている選手になるので、かつフィジカルも強い、ペースもあるっていう、ほんといろんなことができる、揃っているという、そういう風なね、中盤の選手になります。このね、SBC 価格としては150万で、作ることができます。めちゃくちゃね、自分的にはコスパというか、非常に安くってめっちゃ強いっていう風な、そういうね、中盤の選手にはなりますし、フランス人っていう風なこともね、結構いいのかなという風には思いますね。個人的にはかなりおすすめな SBC 選手になります。で、そして続いてはセンチュリオンズアイコンのエウゼビオですね。エウゼビオもダルグリッシュ同様にスキル4、逆足5の選手になります。この人もですね、決定力はむちゃくちゃ高い。この作品の中でも現環境トップクラスかなという風には思いますし、スピードも速い。そしてパスもね、ある程度出せるうまいという選手になっていて、ドリブルも軽いという、そんな選手になります。スタミナもね、93かな、あるっていうのも非常に素晴らしいなと思います。で、プレイスタイルのプラスではラピッドのプラスを、備えていて、あとはクイックステップもついているということになってます。この人はですね、SBC 価格240万かな、ぐらいする選手になってますね。で、ダルグリッシュのこの人は上位互換と言ってもいいと思います。ダルグリッシュでも十分強いんだけれども、個人的にはダルグリッシュよりもですね、エウゼビオの方が強さっていうのを感じる方は多いんじゃないかなというふうには思うので、この SBC 価格の差っていうのも納得ですね。なので、やっぱりエウゼビオがいるっていうふうなことを考えた場合、ダルグリッシュの優先度っていうのは少し低くなってしまいますね。おすすめではあるんですけれども、ただ、やっぱりエウゼビオの方が作った方がいいという、そういうふうな感じになりますね。で、そして続いてはですね、バペですね。リーグワンポトムで来たエンバペ。エンバペスキル5逆足4の、選手になっていて、やっぱり速さという風な部分がめちゃくちゃある選手ですね。で、シュートもめっちゃうまくって、パスもある程度出せるという、そんな選手。で、彼もスタミナが90あるっていうのは本当に素晴らしいなという風に思います。プレイスタイルではラピッドかなのプラスを、エウゼビオ同様に備えていて、クイックステップ、あとはトリベーラだったりとかが備わっているということになってます。エンバペの SBC 価格としては450万と、一番
この5人の中では高額な、選手にはなってしまいますね。で、一応ですね、92のエムバペがですね、350、60ぐらいで、作れたので、プラス1上がりで、プラス100万上乗せされているという感じになってますね。この人に関しては92からわざわざ乗り換える必要っていうのはないんですけれども、まだエムバペを作ってない、持っていないっていう方だったら、作るべきかなというふうには思います。ただやっぱり450万っていうのはむちゃくちゃ高いですし、かなりの素材っていうのを要するので、これ結構人には、よるんですけど、作れるんだったら、もう本当にずっと活躍をし続けてくれる、そんな選手にはなるので、個人的には、価格はなかなか難しいですけれども、やっぱり作るというふうなことを考えた場合、かなりおすすめには、入ってくるかなというふうに思いますね。またスキルが5なんで、これやっぱりエウゼとかダルグリッシュとかとは違って、スキルムーブを使いたいっていう方にとっても、嬉しいカードかなというふうに思いますね。で、そして続いてウィンターワールドカードフリットですね。フリットはですね、今日かな、来た SBC 選手でキンキンに、来たカードになります。スキルが4で逆足が5という風なところ、非常に中盤としては素晴らしいですし、こちらもベースのフリットとは、少し能力が下がったという感じになるんですけど、中盤の選手っぽくなりましたね。ベースよりもドリブルが、軽いですし、守備もできるという、能力値は高いっていう、そういう風な選手になります。ただこの人に関してはまだまだベースの方が理不尽さっていうのを個人的には感じたかなと、いう風には思いますね。で、プレイスタイルのプラスに関しては、シールドかなのプラスが、ついてます。で、他にもエアリアルとか、容赦なし、あとは予測、パス面とかパワーヘッダーがついていると。プレイスタイルも結構充実をしている選手に、なります。これと SBC 価格としてはですね、270万ぐらいかな。で、作ることが、できる選手になりますね。少しこの人も高めかなというふうには思いますし、もちろんフリットだけに備わっている理不尽さ、体のデカさっていうのもありますし、本当に相手をなぎ倒すほどの力っていうのが備わってはいるんですけれども、ただ、全然この人も強いです。やっぱり強さだけ考えるとおすすめにはなってくるんですけど、ジダンが150万で作れるっていうことを考えると、やはりですね、やっぱりジダンの方がスキルも5だし、もちろんやっぱりいろんなね、強さの部類というか、フリットの方が強いこともあるしっていうのはあるんですけど、ただやっぱり値段の差っていうのを考えると、100万以上安く作れるジダンの方がフリットよりかはやっぱりいいかなというふうには思いますね。フリットも全然いいんですけど、やっぱりジダンがそうなってくると安すぎるっていう感じに、なりますね。ですね、やっぱりそれぞれおすすめの理由はもちろんあって、強さっていうのはもちろんね、価格が高いのであるんですけど、この中で誰が一番おすすめなんか、誰を一番もし作るんだったら作るべきかっていうことを考えたときに、ランキング付けをするとですね、一番やっぱり優先度低いのはダルグリッシュかなというふうには思いますね。第5位としてはダルグリッシュで、4位としては、センチュリオンズアイコン、エウゼビオかなというふうなところですね。で、3位で、フリットっていうふうな形になってしまって、そして第2位でジダン、ですかね。価格とかも考えるとコスパは非常にいいと思います。で、そして第1位としてはエンバペ、ですかね。長く一番活躍をし続けてくれるのっていうのはアタッカーとして、エンバペかなと、いうふうには思いますし、かつやっぱり中盤の選手、ジダンとかフリットよりも活躍がもう目に見えてわかる、もう点バンバン取ってくれる理不尽さっていうのが圧倒的にある選手になるので、1位はエンバペ。ただやっぱり一番高いです。一番高い。っていうことを考えると、次のジダンっていうのも全然おすすめにはなってくるのかなというふうには思います。最初にも言った通り、やっぱりエンバペとか、ジダン、みんな高い選手にはなりますし、全スルーでもいいんですけど、もしこの5人の中で誰を一番作るべきかっていうことを考えた時にはですね、こういう風な順位になると、個人的には思って紹介をしました。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。